プーチン大統領の大誤算は続きます。ウクライナの高まり続ける軍事技術は、ロシアに対する打撃を与えるだけではなく、ウクライナの新たな産業として羽ばたこうとしています。今回取り上げる話題は3つ。1つ目はウクライナの攻撃。ロシアの石油産業に大きな打撃を与えています。そして2つ目は、ウクライナの高まり続けるドローン技術。そして最後に、ウクライナがこの軍事技術そのものを使っていかにして外交を展開しているか、日本も学ぶべき点があることをしっかりと捉えていきましょう。まず第一に、ウクライナによるロシアへの反撃。ウクライナとロシアとの間においては、軍事行動の作戦目標そのものが大きく異なっています。ロシア側からウクライナに対する攻撃を行う際には、ミサイルや大型の突撃ドローンを駆使し、ウクライナの国民そのものを狙ってきます。例えば、生活そのものを破綻させようとして、電力インフラに対する攻撃や、社会の基盤そのものであるダムを破壊するなど、軍事施設などを集中的に狙うのではなく、より多くの人々に負担をかけるようなことをします。さらには直接的に民間人も狙ってきます。大きなショッピングセンター、市場、公共施設、交通手段である鉄道やバスなども狙ってきます。もちろん民間の住宅地そのものに対する攻撃なども繰り返し行っていきます。そうした攻撃をすることによって多くの人々が心を砕き、もうロシアに対して戦うのをやめるようにと求めるような動きを求めています。こうした民間人を狙った攻撃は戦争犯罪の代表的な一例です。ただし日常的に繰り返すことによってもはや報道もされなくなってしまいました。完全にモラルを破壊しにかかっているわけです。一方においてウクライナが最も気をつけて攻撃を行っているのが、そうした民間人攻撃ではなく、しっかりと目標としてロシア経済やロシアの軍事力に対する打撃を加えようとしていることです。その代表的な例なのが、ロシアの国家経済の根本であるエネルギー資源の輸出に対する攻撃です。ここ最近集中的に攻撃を行っているのが、ロシア西部バルト海を通じての石油輸出に対する攻撃、石油の貯蔵庫や石油の搬出するための施設などに対する攻撃などを繰り返し行いました。その成果は非常に目覚ましいものです。これまでは石油貯蔵タンクをいくつか攻撃するようなことはあっても、施設全体に対する割合を見ると、決して大きな割合ではありませんでした。しかしここのところ集中的に行った攻撃においては、施設全体に対する割合として 30% の貯蔵能力を喪失させることができたり、場所によっては 40% にまで被害が拡大したところもあります。これは攻撃能力の向上とともに繰り返される攻撃によって消化能力の側においてもロシアが能力低下を引き起こしていることが明らかでしょう。また、バルト海を航行する船を見張ることによっても確実にロシアが収入源が断たれていることが明らかになっています。バルト海の船がどのくらいの割合で通っているかを見ていたフィンランドの当局者が、従来週40隻から50隻の船が行き交いしていたものが、これが数隻単位まで減少していたというのです。当然、輸出する量が大幅に減少したことを意味し、石油収入の大幅な減収へとつながっていきます。これは他の国際情勢との関連も重要です。というのも、今、中東情勢の悪化に伴って石油市場は大きな値上がり状態が続いています。つまり、多くの国々に売りつけるチャンスがロシアに回ってきた状態であり、今のような高い価格でロシアが石油を売りさばくと、それだけ彼らにとっての軍資金を得ることにつながってしまいます。今回ウクライナが集中的に攻撃を行ったことによって、そうした輸出によって得る軍資金を少しでも減らすことに貢献しているというわけです。さらに、軍需産業に対する攻撃も成功しています。こうした軍需産業に対する攻撃はこれまでも継続的に行ってきましたが、少しずつウクライナ側の攻撃能力の上昇が進みつつあります。従来よりも大型の突撃ドローンの製造などが軌道に乗りつつあり、従来よりも数とそして性能も上がりつつあるからです。一方においてロシア側においてはこうしたウクライナ側の攻撃を防ぎきれていないのが現状です。最重要施設である
石油や天然ガス関連の施設を守れないだけではなく、軍需産業についても守ることができていません。戦争研究所はこうした現状について、ロシアの防空体制は首都モスクワに集中しており、輸出産業や防衛産業について守りを固めることができていないとしています。そもそもロシアは非常に広大であり、それらに点在する重要施設に対して全てを守りきることは、これは不可能に近い状態だとも言えます。しかし、たとえそうであったとしても、ポイントで守るべきものを守るということを行っていれば、石油の輸出を行う港において、貯蔵タンク4割を失うなんていう失態は本来ではあればなかったはずのことです。ロシア側にはこうした防衛戦略、どこに防空体制をしっかりと引くか、この戦略を立てる人物が能力が足りないのではないかと分析されています。そして、長らく続く戦争そのものがロシア経済の大きな負担となっています。考えてもみてください。戦争がずっと続くということはその分だけ多くの人々が戦場へと向かうことになります。これはまず第一に消費者の減少、そして働き手の減少を招きます。さらには国家予算としても軍事費に多大なお金をつぎ込み続けているわけですから、それ以外に対する予算の削減の悪影響といったものは広がります。一方でロシア経済は堅調であると政府は言い続けており、これが実態と全く乖離していると、ロシア国内の経営者たちからの不満の声も上がっています。そうしたことを示す、ちょっと変わったニュースを取り上げましょう。コメルサント紙が報じていたところによれば、ロシア国内において葬儀会社の登録者数が増加し、あたかも葬儀業界が非常に活況を呈しているかのようなデータが現れているというのです。この話を聞くと一見して、戦争が続いているんだから多くの人々が亡くなって、それで葬儀会社が非常に儲かっているんだなと思うかもしれませんが、それも一面はあります。ないしろ、ロシア国内において毎年10万人程度が死傷しているということを考えれば、その分だけ葬儀の回数も増えるわけで、葬儀会社の仕事といったものも増えているでしょう。しかしもう一つの側面があります。これが、戦時経済の続くことによってロシア政府は増税を行うことによってより多くのお金をかき集めている現状があるからです。ロシアはこれまで石油産業を中心として多くの資源を他の国に売って、そのお金を元にして戦時経済を支えてきました。しかし、戦争が長引くことによってそうした積み重ねてきたお金はどんどんと減りますし、どんなに自分たちの経済は安泰だと言ったとしても、実体経済として消費者が減少し、一部の産業に偏った軍需産業を頼りにした活況といったものは、全体経済そのものについては決してプラスになりません。そのために企業全体から見た場合における税収は明らかに下がっており、しかも制裁とウクライナ側の攻撃によって輸出産業からの収入といったものも非常に不安定な状態です。そのために国内における増税政策といったものが加わることによって奇妙なことが起こっているのです。従来よりももっと企業からお金を取るぞとして制度改定をしたところ、増税を何とかして逃れようと一つの会社が分裂するといったことが様々な業界で発生し、それによって登録業者が増加するといったことを招いているわけです。しかもそれらの小さな企業においても人件費の高騰といったものが続いています。これは働き世代をどんどんと軍隊へと吸い込み続けている関係で人手不足が深刻化しているせいもあります。また、増税をしているということと消費者が減少している、そして労働者の不足といったものは労働賃金を上昇させるといったことからも、中小の飲食業界などにおいてもロシア国内における倒産破綻といったものが連鎖的に起こっていることなども報道されています。では次に、プーチン大統領の目指しているウクライナの征服がうまくいっているかについて。現状、ロシア側の攻勢については遅々として進んでいません。ロシア側からは継続的な攻撃が行われ、それによって戦闘状態そのものは全戦域における非常に大きな問題です。ウクライナ側にかかっている負担も大きなものです。しかし、だからといって、ロシア軍が連戦連勝してどんどんと占領地を広げているという状態ではありません。このことについては特にロシア側の軍事ブロガー、侵略を肯定している人たちの間でも批判の声が上がっています。なぜならば、ウクライナ側が反撃することによって、特に南部ザポリージャ州においては、
ロシア軍が後退し、そのことを大いに不満、ロシア政府を批判するといった声もロシア側の中で起こっているからです。ただし、こうしたロシア側の軍事ブロガーは、普段は侵略戦争そのものについては肯定していますから、批判の矛先としては、プーチン大統領ではなくて、戦争のやり方がまずいという形での、軍部の上層部に対する批判に留めています。だからこそ言いたい放題の批判もできるわけで、プーチン大統領からは目をつけられていないのでしょう。しかし、ロシア側から出ている不満というのは、まさにロシア軍の今の現状を示している言葉でもあります。彼らがなぜロシア軍上層部のやり方がまずいと言っているかといえば、それはウクライナ側と比較した場合におけるドローン技術の発展速度が遅れつつあることを大いに不満に述べています。ロシアによるウクライナ戦争の一つの象徴的な軍事技術の発展はドローン技術の発展です。陸海空すべての戦域においてドローン技術の発展とその応用といったものが進んでいます。現在世界各国これらの技術に注目し開発は進めているところですが、明らかにウクライナはこの分野における今トップランナーの一つです。技術面においてはロシアについて軽く見る向きもあるわけですが、この点について注意しなければならないのは、ドローンは何も高性能だけが命ではなく量産能力そのものも見ておかなければなりません。なぜならば、手数が多ければ必ず防衛側に大きな負担を強いることができるということをロシアは示し、また中東情勢に関連してもイランがそのことを示しています。そして現在のロシアの量産技術を支えているのは、ほとんどが中国産の部品によって成立していると見られています。だからこそ今、ロシアの軍事技術が伸びているかのように見えていたとしても、その裏で量産技術を進めている中国の存在を忘れてはなりません。一方でそれを迎撃するウクライナ側のドローン技術についても発展をし続けており、現在西側の国においてはまさに随一の能力だと見ておいた方が良いでしょう。そして応用例の一つとして加わったのが、水上ドローンに迎撃ドローンを乗せて、そうしたことによって海上でロシア軍の大型ドローンを撃墜することに成功したという例が報告されています。これまで人間が乗った船に迎撃ドローンを乗せて、ロシア軍のドローンを撃墜するといったことはできていたわけですが、これがさらに一歩進んだわけです。そして、陸上におけるドローンの展開についても、ウクライナでは技術発展が進んでいます。人間の数そのもので言えば、ロシアとウクライナでは明らかにロシア側の方の人間が多いし、また、ロシア側の方が石油産業を主体としてお金を稼いで、そのお金を元にして人を集める能力については、ウクライナを上回っています。その分だけウクライナは、より少ない人数で国土を守らなければなりません。そこで開発が進められているのが、陸上戦闘用のドローンをより進歩させることによって、歩兵の代わりとして戦えるドローンをどんどんと導入していることです。歩兵の代わりといってはなんですが、どちらかというと、小型戦車みたいなイメージだと思ってください。つい最近もそうした陸上戦闘用のドローンだけで作戦を行って、ロシア兵のいる塹壕陣地を撃破することに成功したという報告も入っています。まだまだ始まったばかりではあるものの、戦闘を繰り返して技術的な課題をクリアしていけば、軍事技術の発展はどんどんと進んでいくことでしょう。そしてここに新たなウクライナの戦略外交の芽が生まれました。最後の話題です。ウクライナのドローン外交について。戦争が続くことによって軍事技術が伸びた。それによってウクライナのドローン技術は今、世界中から注目を浴びています。まず、ロシアの脅威と向き合っているヨーロッパ諸国においては、ウクライナのドローン技術を自国にへと招き、それによって共同生産や共同開発計画といったものが持ち上がっています。ドイツ、イギリス、イタリアなどの政府と直接的に防衛協力関係を築き、それらの国々における軍需産業と合弁会社やもしくは共同開発、共同生産などといった話がより具体的に進んでいます。そして、これらだけではなく、今まさに新たな展開として始まっているのが、中東湾岸諸国との防衛協定の成立、それに伴うドローン技術の輸出です。ヨーロッパの国々は対ロシアを念頭にしての技術導入なわけですが、一方において湾岸諸国はアメリカ、イスラエルとイランとの戦闘に巻き込まれる形で直接的にイランを攻撃しているわけではないのに、UAE やサウジアラビアや
クウェート、イラクなど様々な国々に対してイランは攻撃を行いました。その攻撃の主力兵器となったのが大型の突撃ドローンです。従来それらの国々に配備されていた対空ミサイル類は基本的にはヘリコプターや戦闘機などに対する防衛能力は高いのですが、しかし突撃ドローンを撃墜するにはあまりにも価格の高い防衛兵器です。ですから、より低価格で撃墜するための能力としては、ウクライナの迎撃ドローン能力を自国へと輸入することが、今、それぞれの国に求められている喫緊の課題なわけです。ウクライナは自国の高めたドローン技術をそれぞれの国に販売し、それによって利益も得るし、また、中東湾岸諸国からは石油などについての輸入に優先的な交渉枠を設けて、自国の国益につなげています。軍事技術そのものを外交カードの一つに使うことに対して日本国内ではよく批判の種になります。しかし、軍事技術が優れていて、しかもそれが同盟国や友好国に対する積極的な外交カードとして生きるのであれば、それは大いに活かした方が良いでしょう。例えば日本国内においては、長らく批判の種にされてきたこうした防衛産業の輸出産業化というのは、ようやく解禁されたばかりの状態です。直近の成功例としては、オーストラリアに対して、最上型フリゲート艦の輸出の話が決まっています。これなどは金額においても、そしてオーストラリア政府との同盟関係強化にも非常に役立つ大型の案件です。日本の造船能力、そして多くの技術が詰まったこうした最新鋭の兵器については、値段がある程度高くても買ってくれる国が現れている一つの好例です。もちろん、手頃な価格で高性能なものができれば、そちらの方が良いわけですが、日本国内の自衛隊向けだけというような状態から、多くの国々に販売し、それらの国々とメンテナンスを通じて長い取引関係が続いていくこと、それ自体が次の兵器開発や自国における製造能力の確保や維持に非常に有効となります。今、ウクライナが自分たちが生き残るために築いてきたドローン技術を戦略外交の一つの盾としていることは、日本も大いに見習うべきものでしょう。また、日本自身もドローン技術を高めていくために、自分たちだけで開発を進めていくというのは、やはりどうしても実際の戦闘を知らない分だけ、独力での限界といったものもあります。日本は武器輸出を解禁するのであれば、ウクライナに対する支援も行って、その見返りとしての技術協力関係を築いていくというのも、私は一つの戦略として取るべきものだと思っています。というわけで今回はウクライナの戦略についてのお話をしました。ロシアは継続的に攻撃を行うことによってウクライナに負担をかけ続けているわけですが、だからといってロシアが宣伝しているような連戦連勝でいつでもウクライナ軍は全滅しているような状態なんていう話は全く現実とは乖離しています。ウクライナは生き残るためにドローン技術を洗練させ、それを一つの戦略外交カードとしてヨーロッパだけではなく中東湾岸諸国との関係も強化しています。こうした粘り強さを持ったウクライナを任すことは今のロシアには不可能でしょう。というわけで今回の解説はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いもしくは役に立ったなと思われる方はぜひとも動画の評価ボタンのクリックよろしくお願いします。またコメント欄でのご意見ご感想もぜひとも書き込みよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。